こんにちは、コロです。外は今マイナス21度、2分以上外にいたらダメという天気予報です。そんな冬の時期、この数ヶ月ジムのトレッドミルにお世話になり、マラソンランナーにとっての筋トレの重要性を考えさせられています。最後まで走り切る使える筋肉をどう作るか、自分で書いたブログをもとに要点と考えを整理しました。それでは本編をどうぞ。ランナーの皆さん、筋トレって本当に必要なのかなって一度は考えたことありませんか？タイムが伸び悩んだり、なんか同じような怪我を繰り返しちゃったり、そんな中でこの疑問にぶつかった方ももしかしたら多いかもしれませんね。今日はそんな多くのランナーが抱える疑問に、ある一人のランナーのリアルな体験談を通して、すごく具体的でしかも実践的な答えを一緒に見つけていきたいと思います。さあ、このテーマ一緒に掘り下げていきましょう。ズバリ、マラソンを走るために筋トレって本当に必要なのでしょうか？やったら逆に体が重くなって走りにくくなるんじゃないのとか、そもそも毎日走ること自体がもう十分トレーニングでしょって思いますよね。いろんな本とかネットの情報も溢れてて、一体どれを信じたらいいのか分かんなくなっちゃいますよね。で、今回の話の元になってるのが、ランナーでありブロガーでもあるコロさんの体験談なんです。寒い冬にジムのトレッドミルで黙々と走りながら、彼がふと抱いた素朴な疑問、ここから全部始まったんですね。このすごくリアルな視点が今日の話の一番のポイントになります。これまさにランナーのジレンマですよね。走る練習そのものがもう筋トレみたいなもんだから、これ以上はいらないんじゃないかっていう考えと、でももし怪我しない程度にやったらもっと速く走れるようになるんじゃないかっていう期待。コロさんもこの2つの考えの間で結構揺れ動いていたそうなんです。では、いろいろと試行錯誤した結果、コロさんが出した結論っていうのがもうすごく明確だったんです。筋トレは必要であると。ただ、これにはものすごく大事なある特定のルールがついてくるんですね。ただ闇雲にやればいいっていう話とは全然違うんです。これがコロさんが見つけ出した2つの黄金ルールです。まず1つ目、目的を絶対に忘れないこと。そして2つ目が、メインはあくまでランニングであるということ。そう、僕たちの目的はボディービルダーみたいに体を大きくすることじゃないですよね。あくまでもっと気持ちよく、もっと速く走るためのサポート役。それがランナーにとっての筋トレなんだっていうことなんです。じゃあなんでわざわざ筋トレをする必要があるんでしょうか？コロさんはその理由を大きく2つにまとめてくれています。この2つの理由をちゃんと理解することが、めんどくさがらずに続けるためのモチベーションにつながっていくんですね。さて、ここで特に面白いのが、コロさんが言うやる気ブレーキっていう考え方。これすごくないですか？例えばちょっと無理なペースで走ろうとすると、脳がおっとこのままだと体が壊れちゃうぞって危険を察知して、安全のためにリミッターをかける。これがなんか今日走りたくないなっていう気持ちの正体だっていうんです。で、筋トレっていうのは体を強くして関節とか筋肉を安定させることで、この体ならもうちょっと走っても大丈夫そうだぞって脳を安心させて、このブレーキを少しずつ外してくれる、そんな役割があるんですね。そしてもう一つのめちゃくちゃ重要な理由、それが怪我の予防です。もう走り続ける上でこれほど大切なことはないですよね。筋トレっていうのは言うならば体を守るための鎧を作るようなもんなんです。特に最近のカーボンプレートが入ったシューズってすごく前に進む力をくれるんですけど、その分体への負担も大きいって言われてますよね。だからこそ足首とかアキレス腱、そして着地の衝撃をガシッと受け止めるための筋肉を鍛えることが今まで以上に大事になってるんだってコロさんは言ってるんです。じゃあランナーが目指すべき筋肉って一体どんな筋肉なんでしょうか？ここが結構多くの人が勘違いしやすいポイントなんですよね。目指すのはただただ大きい筋肉じゃないんです。もうコロさんのこの言葉が全てを物語ってますよね。一言で言うと、使える筋肉をつけること。つまり見た目のための重たい筋肉じゃなくて、ランニングっていう動きの中でしなやかに、そして力強く機能する体、いわゆる細マッチを目指すってことなんです。これまさにランナーが目指すべき理想の姿を的確に表してますよね。このスライドを見てもらうと、その違いはもう一目瞭然です。マラソンランナーの目的はあくまで走りの効率を上げること。その結果としてしなやかで機能的な強さが手に入る。一方でボディービルダーは筋肉のサイズを大きくすることが目的なんですね。
目的が違えば、やることも、そして結果も全く変わってくるわけです。だから、筋トレすると体が重くなるんじゃないかっていう心配は、正しいやり方をすれば全然しなくていいってことなんです。ここで、次の疑問が湧いてきますよね。走るのって、主に足なんだから、上半身の筋トレって必要なくないって、コロさんも全く同じことを考えてたそうです。でも、結論から言っちゃうと、上半身のトレーニングは、レース後半の失速を防ぐためにものすごく重要なんです。マラソンって 42.195 キロありますからね。最後の最後でフォームをちゃんと維持できるかどうかが結果を大きく左右するんです。疲れてくると皆さん経験あるかもしれませんが、どうしても背中が丸まって姿勢が崩れてきちゃうんですよね。上半身を鍛えることで体幹がしっかりしてその姿勢をキープできる。さらに力強い腕振りが前に進む力、推進力を生み出すんです。コロさんはボクシングに例えてますけど、まさに走ることも腕だけじゃなくて全身を使うスポーツなんだっていうことですね。ここまででなぜ筋トレが必要なのかよーくわかりましたよね。じゃあここからは具体的にどうやってやっていくのかを見ていきましょう。大事なのは難しく考えすぎないこと。明日からすぐに始められる簡単な習慣にすることです。コロさんの答え見てください。驚くほどシンプルですよね。時間は毎日たったの3分から5分で OK。 器具は自分の体重だけで全く問題なし。もし重りを使うならごくごく軽いもので十分。やるタイミングは走った後か走らないお休みの日。これならなんか続けられそうな気がしませんか？そして最も重要なポイントがこれです。1日にたったの3分から5分。こんな短い時間で本当に効果あるのって思うかもしれないですけど、このわずかな時間を毎日コツコツ続けることで体は確実に変わっていくんだってコロさんは自分の体験から断言しています。この手軽さこそが三日坊主にならずに続けるための最大の秘訣なんですね。参考までにコロさんが個人的な目安として使っているのが BMI の値だそうです。BMI が21を超えてくると、ちょっと筋肉がつきすぎてタイムが落ちやすくなることがあるという考え方ですね。これは厳密なルールっていうよりは、あくまで自分の体を管理するための一つの指標として頭の片隅に置いておくといいかもしれません。では最後に、明日から始められる具体的なワークアウトを見ていきましょう。特別な器具は何もいりません。家で簡単にできるものばかりです。体幹を鍛えるならまずはプランク。コロさんによると、これだけでも姿勢が安定して走りのブレが格段に減るそうです。下半身なら力強い蹴り出しを生むスクワットとか、着地の衝撃を吸収するランジ。そして上半身は推進力を生む腕振りのための腕立て伏せとか、フォームを維持するための背筋。どれもおなじみのトレーニングですけど、目的を意識してやると効果が全然違ってきますよ。そして最も大切なルールがこれです。全部やる必要はない。今日はこれだけと一つ選べば OK。 コロさん自身も今日はプランク、明日は下半身みたいにローテーションしてるそうです。完璧を目指さない、とにかく続けること、それが一番大事なんです。さあ今日の要点をまとめましょう。まず、ランナーに筋トレは必要です。ただし目的は体を大きくすることじゃなくて、使える筋肉をつけること。特に体幹を鍛えて怪我を防ぐこと、そして上半身を鍛えてレース後半の失速を防ぐことがすごく重要です。で、その秘訣は短時間軽い負荷で毎日コツコツと続けること、これにつきます。さて、最後に皆さんに問いかけてみたいと思います。毎日たった5分の集中したトレーニング、それがあなたのランニング人生にどんな新しい可能性の扉を開いてくれるでしょうか。その答えは明日からのあなたの小さな一歩にかかっています。最後まで見ていただきありがとうございます。ブログにもっと詳しい内容が書いているので、概要欄からチェックしてみてください。次回、ガーミンのマラソン輸送記録、休むと伸びるについてです。黒でした。また次の動画でお会いしましょう。